F1 ドライバーになるためにはただ速いだけでは足りません。反射神経、判断力、そして極限の集中力、それらを備えていても世界最高峰の舞台に立つにはスーパーライセンスという特別な資格が必要です。このライセンスは FIA 国際自動車連盟が定めた厳格な基準をクリアした者だけに与えられる、いわば F1 村への入場券では、なぜこの制度が生まれたのか、どうすれば取得できるのか、そして持ち続けるためには何が求められるのか、今回は F1 ドライバーの資格に迫るべく、スーパーライセンスの誕生の背景から取得、維持、創出の条件までを分かりやすく解説します。スーパーライセンスを獲得する方法。F1 に出場するには FIA が定めるスーパーライセンスポイントを過去3年間で合計40ポイント以上獲得する必要があります。このポイントは FIA が認定する下位カテゴリーの選手権での成績に応じて付与されます。ポイント付与の仕組み。一部抜粋。 F2 でチャンピオンになれば一発で40ポイントを獲得できますが、他のシリーズでは複数年にわたって安定した成績が必要になります。補足条件と特例。スーパーライセンスの取得にはポイント以外にも以下の条件を全て満たす必要があります。 FIA 国際 A 級ライセンスの保持。これは F3 や F2 などの国際レースに出場するためのライセンスで、スーパーライセンスの前提条件です。 F1 マシンで 300km 以上の走行経験、テスト走行などで F1 車両を安全かつ安定して操縦できることを証明する必要があります。走行は最大2日間にわたり FIA 公認の国で実施される必要があります。 FIA によるスポーツ規則のオンライン試験合格、 F1 の競技規則や安全規定に関する知識を問う試験で初回申請時に必須です。年齢制限。原則18歳以上、例外あり。かつて F1 に出場するには18歳以上という絶対条件がありました。若き才能がいても年齢が足りなければスーパーライセンスは与えられなかったのです。しかし2024年 FIA はこのルールを一部緩和。卓越した才能と成熟度を示したドライバーに限り17歳でもスーパーライセンスを取得できる特例を認めました。この変更はアントネッティルールとも呼ばれています。メルセデス育成の若手アンドレア・キミ・アントネッティの早期 F1 デビューを可能にするために設けられた制度改定です。またこれまで必須だった運転免許証の保有も条件から削除され、 F1 はより才能重視の時代へと移行しつつあります。スーパーライセンスは年齢ではなく覚悟を問う時代へ。 FIA は未来のチャンピオンを見逃さないために制度そのものを進化させたのです。特例措置について、ポイントが40点に満たない場合でも以下の条件を満たせば FIA が特例としてスーパーライセンスの申請を認めることがあります。過去にスーパーライセンスを保持していた実績があるもの、 F1 マシンでの 300km 走行をレーシングスピードで安全に完了し ASN 各国の自動車連盟が証明した場合、2シーズン以上 FIA 認定のシングルシーター選手権に 80% 以上参戦していること。この特例は将来有望な若手や特定の事情でポイントが不足したドライバーに対する救済措置とも言えます。ただし FIA の厳格な審査を通過する必要があり、簡単に認められるものではありません。スーパーライセンスの維持条件。スーパーライセンスは一度取得すれば永久に使えるわけではありません。毎年 FIA による更新審査があり、以下の条件を満たす必要があります。維持に必要な主な条件。 FIA のスポーツ規則を遵守していること。例、キハタムシ、危険なブロック行為、ピット違反などが繰り返されると更新審査に影響します。重大な違反や危険行為がないこと。特にレース中の接触事故や意図的な妨害行為はライセンス停止の対象になります。 F1 チームとの契約が継続していること、または FIA がフリー走行専用スーパーライセンスなどの特例を認めた場合に限り契約がなくても更新可能です。競技活動の継続性。過去12ヶ月以内に F1 公式セッション、フリー走行、予選、決勝に出場していることが望ましいとされます。つまりスーパーライセンスは走る資格だけでなく走り続ける責任を問う制度なのです。スーパーライセンスを失う条件。ではスーパーライセンスを失うのはどんな場合でしょうか。喪失につながる主なケース。重大なレース違反や危険行為。例、2020年のマゼピンの危険走行や過去のグロージャンのスタート直後の多重クラッシュなど FIA が安全を脅かすと判断した場合は即時停止もありえます。
更新条件を満たせない場合、スポーツ規則違反が累積し、FIA が競技者として不適格と判断した場合、更新が拒否されます。長期間 F1 活動から離れた場合、例えば2年以上公式セッションに出場していない場合、ライセンスは失効し、再申請には再び条件を満たす必要があります。 ASN 各国の自動車連盟からの推薦が得られない場合、ライセンス更新には所属国の ASN の推薦が必要です。過去の違反歴や活動停止が影響することもあります。スーパーライセンスは F1 の舞台に立つ責任の証、それを果たせなければ資格は容赦なく取り消されてしまいます。 F1 は技術、精神、経験の全てが試される世界。 0.001 秒の判断が勝敗を分け、時速 300km の世界で冷静さを保つことが求められます。スーパーライセンスはその厳しさを象徴する制度。ただ速いだけでは足りない。安全性、規律、そして継続的な実力がなければ F1 の舞台には立てません。このライセンスを持つ者だけが世界最高峰のスピードと知性の戦いに挑むことができるのです。それは選ばれし者の証であり、責任でもあります。この動画が F1 の奥深さや舞台裏にある厳格な制度への理解につながれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。